跡の美食学。高知では当たり前に食べられているが、他県ではほとんど食べられていない謎の食材があるのをご存知だろうか。我々地元の人間からすると、まさか食べるとはってよく言われるので、ぜひ食べてもらいたい。歯ごたえとプリプリしてる感じがとても僕は好きなんで。カツオ、ウツボ並ぶぐらいの高知の名物じゃないですかね。そう、今回の美食学の主役はウツボ。1メートルにも及ぶ巨体で、小魚をはじめカニやエビといった甲殻類まで何でも食べてしまう。中でも好物なのがタコ。それゆえタコ坊主、ウツボ野郎に食われるなと読まれたことも。獰猛な見た目と凶暴な性格から海のギャングと呼ばれているウツボ。そんなウツボを昔から食べているのが高知。こんなに皮が美味しいと思わなかったですね。食感がいいです。皮と身の間の辺、目をつぶって食べたらここに行くって間違うと思うんじゃないですかね。この恐ろしい見た目から一体どんな美味しい料理に生まれ変わるのか。そして美味しくいただくための驚きのアイデアとは。これ放り込みます。今回は高知県人が知らない謎多きウツボの食文化に迫ります。土佐湾で昔から多く取られてきたウツボは淡白で上品な味で高知県人に愛され続けてきた。そのウツボ料理の代表格がこちら。ウツボのたたきです。はい。ウツボのたたき。プリプリの皮はゼラチン質で歯ごたえがよく、身は鶏肉にも似たあっさりとした食感。さらにスーパーのお惣菜コーナーにもウツボが。ご当地グルメですかね、やっぱり。多い時でも40パックとか50パックとか平気で売れますね。やっぱりもう歯ごたえとプリプリしてる感じがとても僕は好きなんで、ぜひ県外客のお客さんにやっぱ食べてほしいなって思いますね。高知県人に愛されているウツボ。一体なぜ高知ではこれほどまでに食べられているのか。高知大学海洋学の森岡教授に聞いてみると、非常に生命力が強い魚ですので、生きたまま、ちょうど北側にあります土佐市の山の内陸のですね、平和地区の方に持っていったものと思われます。当時で言いますと、魚と内陸の農産物の物々交換で商いをしていたのではないかと考えられます。その後平和地区ではその美味しさが認められて、昭和30年代になりましたら、その美味しさがさらに高知市内の料理店に伝わって今のように広がっていたものと考えられます。昭和初期、土佐湾ではシラスや伊勢エビ漁が盛んだった。その網の中にたまたま入っていたというウツボ。グロテスクな見た目から漁師でも食べることは少なかったという。そんなウツボ、水揚げしてもなかなか弱ることがないため、魚を普段食べられない山の住人にも生きたまま運ぶことができたんだそう。そう、ウツボ料理の発展は海ではなく、なんと山からだったのです。そして今やウツボ料理のバリエーションは様々。料理人はこう語る。身と皮の食感の違いですか。本当に生きのいいウツボであれば何食べてるかわからないぐらい、身はやっぱり弾力はすごいですね。須崎の取れたての魚が食べられる人気店。地元の漁師たちに愛される食事処喜楽。こちらではこんなウツボ料理が。ウツボのすき焼き漁師さんから教えてもらったやつを作って提供させてもらってます。
皮目にねコラーゲンがあったりしてウツボ自体が淡白なのでだいぶ濃いめの味付けにはなってます。ウツボっていうやつを僕らちっちゃい時から食べてるすき焼きとね夜食べてねそれを次の日の朝全部煮こごりになってゼラチンになるからねそれをぬくぬくのご飯に入れてペロッと食べるこれが子供の頃やっぱりごちそうやったね。ゼラチン質の多いウツボ。翌日煮こごりになったすき焼きのスープをほかほかのご飯の上に乗せていただくんだとか。確かに美味しそう。他にもウツボのたたきに唐揚げ、すき焼きなどさまざまなウツボ料理が楽しめる。そんなウツボを調理する上で最も困難なこと、それはさばく作業。実はウツボをさばくには技術が必要。そこで今回はウツボさばき職人に密着。取れたての生きの良いカツオや新鮮な伊勢エビが競り落とされる中、ウツボいらんか。네, 뭐 고다이. 155. 아まりにも高いけここで買えたばどういうウツボがいいウツボなんですか。やっぱこんな丸々こういったやつがいい。これらは叩き用で、色はその黄色いがええ言うけどね、あんまりおらんわでも黄色い方が皮が柔らかい。今おらんね黄色いのは。そう語るのはウツボさばき職人細川邦夫さん。もともとは車エビの漁師だった細川さん。28年前に居酒屋をオープンし、カツオのたたきなど一般的なメニューを出していたが、ある日常連客からウツボ料理が食べたいとの熱いリクエストが。これまでウツボを調理したことがなかった細川さんは独学でさばき方を研究。するとそのウツボさばきの技術を聞きつけ、さまざまな飲食店からウツボをさばいてほしいと依頼が殺到。そして今では居酒屋を閉め、ウツボ加工一本で勝負しているのだ。そのさばきの技術を見せてもらうことに。まずウツボのぬめり、これが取れてないと後で時間が経ってからも臭みになるの、ぬめりが。新鮮なウツボはぬめりが強く、臭みの原因となるためぬめりを落とすというのだが、ここに驚きのアイデアが。ウツボさばき職人の細川さん、臭みの原因となるぬめりを落とすというのだが、これ放り込みます。洗濯機？ウツボを入れたのは家庭用の洗濯機。一体どういうことなのか。これ洗濯機でやるのは一般的なんですか。いや一般的やないけど、他の人に言うただけど誰もやってないの。前は金属探してこすりよったわけ。で1本や2本やないき100台200台ってくるき、そんながやるともうそれだけで腰が痛うても仕事でなんとかせないかんと思って洗濯機でやってるウツボ洗濯機という細川さん独自のアイデア。洗濯機だとぬめりがきれいに落ちるんだそう。これできれいにぬめりが取れてツルツルしたがのうなった。ぬめりが取れたらいよいよさばき。背開きにするとね、スムースにさばけんというわ。この骨がこれ斜めになったりこうしてね、まっすぐにするようにこっちで押さえとるがやけてよ。そうせんともう包丁がスッと止まる。内臓と太い背骨をきれいに取り除いていく。これが今背骨取ったとこね。
ほんで殻が肝心な、ここからが撮影をしたらいかんという。なるほど。これ今触ってもらうともどこにも骨がないで、それを取る技術がなかなか撮影されたら困るという業者は。実は身の中には2センチほどの小骨がびっしり。厚い皮にくっついて100本以上並んでいるという。しかしまっすぐな骨ではないので薄く削ぐのは至難の業。それを取り除くのは限られた職人しかできない特殊技術。そうして全ての骨を取り除けばこの通り輝く白身が。14年ぐらい専門にさばき続けて、なんとか、気に入ったようにはならんけんど、なんとか納得するぐらいにそこそこなったかなと思うばあるもんやね。細川さんがさばいたウツボは肉厚で臭みがないと評判。唐揚げやたたきといった加工品となって料理店やスーパーに並ぶ。さらに須崎市にあるこちらの食堂では細川さんのウツボが驚きの料理に。ラーメンです。なんと鍋焼きのラーメン。ラーメンの上に乗っているのはそうウツボ。うなぎみたいな感じでたたきにしてるのが香ばしくて全く臭みなんかもなく、もうウツボはウツボでしっかり美味しくいただけるような感じですね。もっとメジャーになっていってもらえれば嬉しいなとも思いますね。高知の伝統的な食文化であるウツボ。しかし今ある危機が。それこそ20年ぐらい前は結構この近海でも取れてたみたいなんですけど、最近少なくなってて。高知県産のウツボが超希少になっている。次回危機に瀕したウツボ文化を未来に伝えようと奮闘する人々に密着。わざわざ県外からですね、高知にウツボ食べに来やっていうぐらいになってほしい。獰猛な顔つきと凶暴な性格から海のギャングと呼ばれるウツボ。日本の海に広く生息するがウツボを食する文化が根付いているのは一部の地域のみ。とりわけ高知県では人気食材として古くから親しまれてきた。ちなみに東京の街行く人にウツボを食べてもらうと。鮭みたいな感じ。鮭？魚？これ正解がですね、ウツボです。ウツボ。恥ずかしい。やっぱりカツオじゃないですか。私うなぎ系がかな。ナマズ？ウツボ。ああ、そっちなんだ。ちなみにウツボって食べたことありますか？ないです。ないです。食べる機会がない。東京では馴染みのない魚ウツボだが、高知の居酒屋では先祖代々みんな食べてるから当たり前で食べてますよ。カツオが坂本龍馬やったらウツボは岡田伊蔵。やはりウツボは高知県人にとってなくてはならないソウルフード。しかも美容効果が期待できるコラーゲンもたっぷり。しかしそんなウツボに今危機が訪れているというのだ。高知県では年間を通して食べられているウツボ。一番美味しくいただける時期は11月から3月。春先に産卵を迎えるためこの時期のウツボは栄養を蓄え最も脂が乗っているのだ。主に脂が蓄積するのは皮下の部分、いわゆる皮と身の間のゼラチン質のプリプリとした部分、そこに脂を蓄積する、特徴があることを我々の調査でも分かっております。しかもそのゼラチン状の皮下脂肪部分には美容に欠かせないある成分が多く含まれている。コラーゲン含量が非常に多いということが、我々の結果でも分かっております。そう、コラーゲンが含まれている量が多く、特に多いとされるハモのおよそ 1.5 倍も含まれているんだそう。さらに
滋養強壮や高血圧の予防に効果があるタウリンも多く含まれ、高知県のことわざでは妊婦にウツボを食べさせろなどと言い伝えられているほど。そんなウツボに今ある問題が。今ちょっと量が少なくなったんで、どうしても一般的に出回る魚では最近なくなったので、スーパーとかにあんまり出回ることは少ないかなと思います。そう、年々水揚げ量が少なくなってきているというのだ。しかしなぜ今高知でウツボが取れなくなっているのか。ウツボの生態としましては、磯の岩礁地帯に生息する、定着するという性質があります。でそれほど動く魚ではありませんので、一箇所で集中して取りますと魚がいなくなるということで、昔は漁師さんたちは何年かに一遍ということで、漁場を変えながら漁獲していた。ただ非常に成長が遅い魚ですので、大量に取ってしまうと資源がなくなってしまいますので、ある程度取り尽くしたらもうその回復には数年かかってしまいますので、今はちょっと取りすぎて減っているのかもしれません。漁獲高が減り、食卓に並ぶ機会も減ってきているという。それゆえ親とかと言ったら頼む。出ます。で多分私らの年代は多分少ないかもしれません。初めて食べました。知りませんでした、存在を。そうウツボのお刺身、なんか食べようって思ったことがなかったですね。若者のウツボ離れ。高知のウツボ危機に須崎魚市場では、それこそ20年ぐらい前は結構この近海でも取れてたみたいですけど、最近少なくなってて、いろんな地域から市場には持ってきて漁師さん水揚げされてます。そう、高知県産のウツボがほとんど取れなくなったため、ウツボの食文化がない他の地域からウツボを調達。現在競りにかけられるウツボのおよそ6割が長崎などの他県産なんです。失われつつあるウツボ文化。その伝統と文化を守るため、昨年50周年を迎えた料理専門学校では50周年記念講座のテーマにウツボを採用。ウツボ料理研究所代表の町戸太さんがウツボの調理方法などを披露。お正月にいつも食べるけど、こんなに熱うに切って食べたことなかったから美味しいです。たたきにええところとか唐揚げにええところとか聞いて、なんかなるほどなって思いながら、余計これからなんか味わえそうです。こちらの調理学校の卒業生でもある町戸さん。35年前にウツボ料理に魅せられ、独学で技術を習得。たった一人でウツボ料理研究所を立ち上げ、ウツボの魅力や調理法を県内外に広める活動をしている。記念講座ではウツボ料理で最も難しい包丁さばきの技術を若い世代に指導。まずここまっすぐ瞬直に包丁入れてみる。身の中に埋没してますよね、骨が。だから見た目ではわからないんですよ。でその骨を取るのが難しいと言われてますね。スライドさん寝かしてどこに骨があるとかを確かめたり感じて、技術がかなりいるなと思いました。そんな町戸さん、ウツボ料理の指導だけではなく、新たなウツボ料理の可能性を切り開く調理法を開発。それが熟成ウツボ。ドライエイジング、肉もそうですけど、絶対美味しくなる方向には行くわけですよね。だからそれを魚で試してみたっていうことですね。そのウツボ自体が水分が多いのと、それから若干生臭みがある。でこの2つをどうにかせないかんなっていうことで、そのためにはしっかり水分を抜きながら、冷蔵庫の温度も1度ぐらいを保つようにして、でそれで毎日吸水シートを変えながら
でそれをやるともし叩きで焼いても周りの水分を取ってある分外にドリップが出ませんので包丁を入れた時でもその断面からジュワッと出てきます。それぐらい中に保湿されてるんですね。うまみもあるし水分もあるんで食べたらもう全然別物になります。余計な水分を1週間かけて抜き取りうまみを凝縮、臭みが消えプリプリの歯ごたえになるという。そんなうまみたっぷりの熟成ウツボのフルコースがこちら。生のままでは臭みがあり食べづらいウツボ。しかし熟成させると刺身でいただけるんです。刺身はもう熟成これが1週間経った分の背節の分を使ってます。で背節の部分が一番やっぱりグリグリに歯ごたえがいいので、それを薄作りにしてます。さらにウツボの肝を使ったレバーペーストやウツボの出汁を甘く煮込んで味付けしたウツボ寿司、ウツボの頭の皮を生姜や醤油、みりんで煮込んだ煮こごりなど、町戸さんは和洋中のウツボのフルコースをウツボ料理研究所の出張シェフとして振る舞っている。僕唐揚げが好きなのでヤンニョムソースがすっごい鶏肉と似た食感を持ってるウツボなんで、その鶏肉料理の味付けと全く一緒でもウツボだったらすごい合うんだなって思いました。ウツボの新しい可能性を見出した熟成ウツボ。その他にも高知県ではウツボを名産品として盛り上げ日本全国に普及させようとする取り組みが。高知駅では工夫を重ねウツボの唐揚げを保存可能なお土産品に、おもウツボや冷凍パックのウツボのたたきが大ヒット。さらにふるさと納税でも土佐のウツボは大人気。高知が誇るウツボ食文化は今確実に進化していた。わざわざ県外からですね高知にウツボ食べに来やっていうくらいになってほしい。知名度もそうですけど料理の味もそれに追いついていかなきゃので、やっぱりお互いに上がっていけるような形には僕らも頑張っていかなきゃ。